今回はゲストアディションズをインストールして、前回セットアップしたバーチャルボックスをもっと使いやすくしていくよ。なんか、ウィンドウを大きくしても画面が広がらないし、ちょっと使いにくいなって思ってたんだ。そう、それを解決するのがゲストアディションズだよ。画面サイズの自動調整や共有フォルダ、クリップボードの共有なんかができるようになるの。それは便利そうだね。今回はホスト OS、ゲスト OS という言葉をよく使うから、先に図で確認しておくね。仮想マシンの方がゲスト OS なんだよね。大丈夫だよ。じゃあ、まずはインストールの準備をするね。準備？何をするの？ゲストアディションズを入れる前に必要なパッケージを用意しておくよ。ターミナルを開いて画面のコマンドを入力していってね。すべてのコマンドを実行したよ。これで準備は完了だよ。次はゲストアディションズをインストールするよ。まずは画面のコマンドを入力して ISO ファイルを用意してね。それって、わざわざダウンロードしなくても、アプトインストールだけで手に入るってことだね。そうなの。Linux Mint ならパッケージ管理から簡単に導入できるようになっているの。準備ができたらデバイスからゲストアディションズ CD イメージの挿入を選んでね。この操作でゲストアディションズのディスクが仮想マシンにセットされるからね。あ、ダイアログが表示されたよ。ここで実行を押してインストールすることもできるんだけど、このダイアログが表示されないこともあるの。え、表示されないこともあるの？そうなの。だから今回はターミナルからインストールする方法を紹介するよ。それじゃあ、インストール用のファイルがどこにあるか探してみるね。あ、デスクトップに新しくアイコンが追加されているね。そう。それがゲストアディションズのディスクだよ。ダブルクリックして開いたよ。オッケー。ランファイルを見つけたよ。そしたら何もないところを右クリックして端末で開くを選んでね。うん。これで、ランファイルと同じ場所をターミナルで開いたことになるんだね。あとは画面のコマンドを入力してランファイルを実行してね。インストールが始まったね。これでゲストアディションズのインストールは完了だよ。機能を有効にするにはゲスト OS の再起動が必要なんだけど、今回は続けて設定もしたいから一度ゲスト OS をシャットダウンするね。シャットダウンすればいいんだね。次はウィンドウサイズに合わせて画面サイズが変わるように設定していくよ。設定からディスプレイのスクリーンタブを選んでね。画面をスムーズに広げるためにビデオメモリを上限の 128MB まで増やしておくね。結構増やすんだね。これで準備完了かな。そう。それじゃあ仮想マシンを起動して画面を確認してみてね。あ、ウィンドウを大きくすると、中の画面も一緒に広がるようになったよ。このまま、フルスクリーンも試してみるね。フルスクリーンも大丈夫そうだね。これなら、快適に使えそうだよ。次はホスト OS とゲスト OS でファイルを自由にやり取りできるようにするよ。それって、クラウドやファイルサーバーを使わなくても、データのやり取りができるってこと？そうなの。共有フォルダを設定すると同じフォルダをお互いに使えるようになるの。へえ、便利だね。それじゃあ、まずはホスト OS 側に、シェアードというフォルダを作成するね。そう。それじゃあ、その中にテスト用のテキストファイルも作っておいてね。うん。じゃあ、テスト用に、ハローファイルを作って、中に適当な文字を入力しておくね。
いいね。準備ができたら、バーチャルボックスの設定にある共有フォルダを開いてね。プラスのアイコンをクリックして、今作ったフォルダを選択するよ。そうしたら、自動マウントと永続化にもチェックを入れてね。うん。チェックを入れたよ。あ、ゲスト OS のデスクトップにアイコンが追加されたね。そう、それが自動マウントされた共有フォルダだよ。あれ、ダブルクリックしたけど、アクセス権がないって言われているみたい。中身を開けないみたいなんだ。そうなの。共有フォルダを使うためには、もう一つ大切な設定があるの。アクセス権を得るためには、ゲスト OS のユーザーを VBOXSF グループに追加する必要があるの。ターミナルを開いて、画面のコマンドを入力してね。これで、共有フォルダが使えるようになるんだね。そう、グループの設定を反映させるために、一度ゲスト OS を再起動してね。じゃあ、再起動するね。再起動したから、早速共有フォルダにアクセスしてみるね。おお、共有フォルダにアクセスできたよ。ハローファイルの中身も表示されたね。無事にアクセスできたみたいだね。次はゲストからホストへの変更もテストしてね。じゃあ、ゲスト OS 側でファイルを書き換えてみるね。あ、ホスト OS 側にも研修した内容がちゃんと反映されているね。これでホストとゲストの間で自由にファイルを共有できるようになったね。次はホスト OS との間でコピーペーストできるようにするよ。まずは今のままで使えるか試してみるね。ホスト側から適当な文字をコピーして、それをゲスト側に貼り付ければいいんだね。あれ、うまく貼り付けられないみたい。そう、逆のゲストからホストへのコピーも試してみてね。うん、こっちもうまくいかないね。それじゃあ、機能を有効にするために、バーチャルボックスの設定を変更していくよ。メニューのデバイスからクリップボードの共有を選んで、双方向をクリックしてね。じゃあ、設定を変えたから、もう一度試してみるね。あ、今度はちゃんとコピーできたよ。逆方向も試してみるね。うん、こっちも大丈夫だね。そう、これで両方向のコピーペーストが自由にできるようになったね。コピーペーストができると、コマンドの入力とか、すごく楽になるね。次は、今回紹介する最後の設定、ドラッグ&ドロップだよ。先ほどと同じく、デバイスからドラッグ&ドロップを双方向に変更するよ。デスクトップに画像ファイルを用意しておいたから、これをドロップしてみるね。おー、ちゃんとドロップできたよ。うん、大丈夫そう。良さそうだね。ドラッグ&ドロップの設定が一番簡単だったかもしれないね。これで画面のサイズも自動でぴったりになるし、ファイルの共有やコピペも自由にできるようになったんだね。そうだね。最初に少しだけ頑張って設定しておけば、バーチャルボックスがもっと使いやすくなるからね。今回のまとめはこちらになります。最後まで見てくれてありがとう。お疲れ様でした。